皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本郵政が運航していた貨物船ギャラクシーリーダー号が航海にてイスラム武装勢力フーシ派によって乗っ取られるという事件が発生しました。日本国内においても報道はされているのですが、残念ながら情報が不足している面があり、どうも勘違いしている人がいるようです。それは日本が直接的に狙われたんだと解釈する人が出ているようなのです。今回の動画では、フーシ派が一体なぜ日本郵船が運航していた貨物船を乗っ取ったのか、その狙いがどこにあったのかを解説していこうと思います。まず、フーシ派が船を乗っ取る際に、自らその行動を撮影して、その映像を公開しています。その映像を見ながら解説を始めていきましょう。こちらが日本郵船が運航していた車両運搬船ギャラクシーリーダー号です。ご覧のように大きな船のためボートなどで横付けしたとしても簡単に乗船できるわけではありません。そのためフーシ派はヘリを使って上から兵士たちを乗り込ませました。またこの映像なのですが、フーシ派が最初から映像を公開する前提で撮影をしています。まず第一にヘリがどのようにして船に近づいたか、そこから映像が始まっています。またヘリが離れた後も兵士たちはボディカメラをつけていて、映像を最初から最後までずっと撮影しているのも一つの特徴です。そしてご覧のようにそれぞれの兵士たちがパートナーと一緒に行動している点や、一つ一つの物陰に体を隠している点など訓練を受けていることが見て取れます。そして民間船ですから当然のようにこのような武装した人間たちが乗り込んでくると抵抗するのは非常に危険なため、乗員たちはすぐにフーシ派の戦闘員らの指示に従っています。フーシ派に乗っ取られた船はこの後イエメンの沖合に連行されていきました。それでは改めて場所の確認をしておきましょう。情勢を理解するためにイエメンのフーシ派だけではなくイスラエルについてなども掲載された地図をご紹介します。今回のイエメンにいるイスラム武装勢力フーシ派の行動はイスラエル情勢との絡みで発生したものです。イスラエル軍とハマスとの戦闘が激化している、その状況に対してレバノンのヒズボラ、イエメンのフーシ派が積極的にハマスを支援することを表明しており、それぞれ手持ちの武器で攻撃を行っています。そしてイエメンに本拠地があるイスラム武装勢力フーシ派はいわゆる小さな武装勢力ではなく、イエメン国内においても政府側をかなり押しやるほどの一大勢力を築いています。例えばイエメンからイスラエルを見た場合非常に遠いのですが、イスラエル側に対して巡航ミサイルを撃ち込んだりといったこともすでに行っています。フーシ派の行う軍事パレードにおいては大型のミサイルなども展示されており、これがハッタリではなく実際に使用可能だというのです。この背景にはフーシ派を支援する国としてイランがあります。イエメン国内において政府側を支援する国はサウジアラビア、そして反政府側のフーシ派を支援するのがイランという形になっています。ですからイエメンという国の中においてイランとサウジアラビアの支援する勢力が2つあって、それぞれ争っているという状況なわけです。そしてイランに支援されたフーシ派は反イスラエルという立場からハマスを応援しているという形になります。ただフーシ派の拠点から見た場合、イスラエルは1600キロ程度離れていることもあり、頻繁に攻撃するのはなかなか難しい位置関係にあります。そこで今回行われたのがイエメンの沖合、航海を行き交っている輸送船などを狙ったというわけです。今回乗っ取られたギャラクシーリーダー号の写真がこちら。船首に船の名前、そして船尾の方には NYK 日本郵船の名前が書かれています。そして日本郵船が運航していることをもって日本国内には日本が狙われたんだと解釈する人、もしくは解説する人などもいますが、これは全くの間違いです。フーシ派がなぜこの船を狙ったか、そのためにはこの船が誰の持ち主なのかを確認する必要があります。ギャラクシーリーダー号は車両運搬船です。運航は日本郵船でした。船籍はバハマ。これは税金が安いからこの国を選んでいるだけで、船が乗っ取られたからといってバハマは何もしてはくれません。そして船の所有会社はイギリスにあるレイカーキャリアーズ社で、この会社の親会社のオーナーというのがイスラエルの海軍王アブラハム・ラミ・ウンガー氏という富豪です。船の乗組員は25名、日本人はゼロ、イスラエル人もゼロでした。
船員たちの国籍はウクライナ、ブルガリア、フィリピン、メキシコとなっています。そして、フーシ派がなぜこの船を狙ったかははっきりと声明で述べています。イスラエル船舶への攻撃を警告する。イスラエルの国旗を掲げている船、イスラエル企業が所有あるいは運航する船は全て攻撃すると宣言したのです。ですから今回フーシ派が狙ったのはイスラエル企業が所有するこの条件に合致したからこの船を襲ったというのです。船の持ち主をたどっていけばイスラエルの海運王のラミ・ウンガー氏につながるといったことからこの船が狙われたというのがフーシ派の主張なわけです。ですからインターネット上では日本政府を批判したい人たちというのがこの船の持ち主がイスラエル人だから狙われたといった点についてはすっぱりと情報としては削ぎ落とした上で日本の外交が失敗した日本企業の船が狙われたんだといった形で日本政府批判を展開しているのは非常に間違った解説だと私は思います。というわけで日本郵船が運航している貨物船が狙われたというのはフーシ派の目から見た場合においては日本郵船、日本の企業、日本という国を狙ったではなくてこの船を持っていたイスラエルのオーナー会社、イスラエル人オーナーといったものが彼らにとってはターゲットだったわけです。ただ同時に日本人の中には中東地域においては日本という国に対して友好的な考えを持っている人は多いはずだ。なんでこんな風にして日本郵船と分かるような船を狙ったんだという具合にして納得はいかない人もいるかもしれません。しかし彼ら武装勢力にしてみれば日本という国は別に驚異的な国ではないがためにあまり考慮されないという事情を現実として受け止める必要があります。例えばこれがアメリカ人の船員がたくさん乗っていて手出しをすればアメリカ軍が動くかもしれないといったこともあればたとえオーナーがイスラエル人であったとしてもフーシ派が狙ったかといえばその危険性を考えて手出ししなかったことも十分考えられます。一方で日本の会社が運航しているたとえそれによって日本政府が何か動くにしても決してイエメンまで来てミサイルを撃ち込むといったことはないだろうと彼らは考えるはずです。そうした意味で本国から遠い場所において何か軍事的な圧力もしくは軍事的な行動を取ってくるなという脅威を感じない国であるならば彼らにとってはさほど日本という存在は考慮に値しない部分だと私は思います。しかし今回の一件というのはこれだけで終わるのかという問題を含んでいます。というのも日本にとってはヨーロッパに向けての輸送便というのはこのルートというのが非常に有力な話でこのルートを外れてアフリカの南側をぐるっと回っていくなどとなればこれはかなりの遠回りでそれによって運航コストが大きく上昇することとなります。日本企業にとってはそのような遠回りをすることは何とかして避けたいでしょう。しかしだからといってこの公海上においてフーシ派の攻撃に備えての軍艦による護衛というものをもしもつけるとするならば今度はフーシ派との戦闘といったものもある程度考えなければなりません。この地域においては海賊が横行している関係で近くに自衛隊の艦船なども配置されています。これは何も自衛隊だけではなくソマリア沖においては本当に以前から頻繁な海賊行為といったものが見られるため多くの国々が軍艦を出してこの地域の警戒パトロールに当たっているのです。しかしそれはフーシ派との戦闘を考えたものではなく本当に小規模な海賊に対する行動として軍艦が来ているのであり本格的な戦闘といったものは考慮していません。ですから日本としてはこの航路の安全を保つためにはなんとかフーシ派による貨物船への乗っ取り行為といったものをこれ以上させないといったことが大事になるわけですが軍事力を行使することができないという足かせがついている以上なかなか実効的な行動に出ることはできません。そうとなればアメリカに頼むのかといった話にはなるわけでじゃあアメリカも今すぐイエメンのフーシ派と戦闘状態になるかもしれない軍艦の護衛に乗り出すかといえばおそらくアメリカとしても今ウクライナを支援しなくちゃいけないしイスラエルの支援もしなくちゃいけないこれ以上睨みを利かせなければならない場所ましてや戦闘に発展するかもしれない護衛任務などちょっと受けられないなと思うかもしれません。アメリカはイスラエル支援のため地中海だけではなくイラン側に対しても艦隊を派遣するといった話がありますからそのついでとして護衛任務をするのはちょっと任が重いでしょう。もしもフーシ派が2隻目3隻目4隻目と連続的に
航海を運航する貨物船を狙ってくるとなれば、事態は深刻化しますから、日本も護衛任務をどうするのかといったことを議論しなければならない場面になることでしょう。現在の日本国内の世論状況などを考えると、戦闘に発展する可能性が高いといったことを考慮して、日本企業はもう航海上のルートは使わないといった選択をするかもしれません。しかしそうなれば、日本企業は他の企業よりも明らかにコスト高によるハンディキャップを負うわけで、苦しい立場に追いやられるでしょう。しかし風車がこれだけで終わるかどうかは、結局のところ風車の中の人はどう考えているかに左右されるため、最悪の事態を想定して今からどうするか議論しておくべきでしょう。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。